どうも、ワンピースの尊く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2021年53号、ワンピース最新話、1034話、サンジ VS クイーンを考察していきます。この1034話は、前回の1033話のゾロと奇跡のつながりがあります。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は、多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は、怒涛の語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。今回1034話のスタートは、サンジにやられて血を流していた遊郭で避難している芸者、その名もお染。お染とはおそらく昭和初期に実在した京都祇園の芸妓で、その後銀座のマダムに転身したお染さんでしょう。ちなみに小紫のモデルも江戸時代に実在した芸者です。お染はどうやら忠治という人物を探しており、忠治が行方不明だと言います。これが1034話の話数の語呂合わせ一つ目、to missingでしょうか。行方不明、見つからない、見逃すという意味です。この語呂合わせは後半のサンジとクイーン戦でも象徴的に登場します。場面は変わって上空の桃之助。ここで桃之助は何やら名案を思いついたと独り言を言っています。それはカイドウと同じ竜であるならホムラ雲をつかめるはずだと。ホムラ雲を掴んで引っ張れば鬼ヶ島をずらして花の都に落とさずに済むと、未だに人知れず鬼ヶ島と悪戦苦闘しています。これが1034話の話数の語呂合わせ二つ目、引いてみよう。引いてみようでしょうか。ここでの0は10と捉えて天の手と語呂合わせしました。場面は変わってライブフロアから脱出したい百獣海賊団たちを出入り口で止めている侍たち。これが1034話の話数の語呂合わせ3つ目、閉ざすでしょう。こちらは先週語呂合わせのみ的中できました。さらに場面は戻り、遊郭のサンジ VS クイーン。なんとここでクイーンが目から一時の技、スパーキングバルキリーに似たスパーキングクイーンという光線を放ち、さらに2次の技、ヘンリー・ブレイザーに似たヘンリー・クイーンという電撃技も放ちました。どうやらクイーンはジェルマの技を全て習得しているらしく、サンジが変身したら見せつけてやろうとしていたと言います。そうすることで、ジャッジよりも自分が優れた科学者だと証明できるからだと言います。これが1034話の話数の語呂合わせ4つ目、自尊心でしょうか。そう表す数字はないので、さと読む3を代入です。自尊心とは自分への高評価、プライドのことです。ジェルマの技は全て再現できるといい、さらに4次の技、ウィンチ・ダントンに似たウィンチ・クイーンでサンジを掴んで攻撃します。しかしこれはサンジがクイーンの腕をちぎって逃れます。クイーンはサンジの大技ヘルメモリーズで弱っていると言います。さらにサンジは運命を受け入れた自分はこれまでとは違うと言います。そんなサンジの前でクイーンはステルスブラックことサンジの能力だったステルスを使ってスーッと消えました。これも1034話の話数の語呂合わせ to missing 行方不明でしょう。ここでクイーンは見せてみろ、どう違うかとサンジに問いかけます。これが1034話の話数の語呂合わせ5つ目、0を前につけて let me see でしょう。let me see とは見せてという意味です。透明化したクイーンに驚くサンジですが、ここでなんとサンジも消えました。しかしこれはスーツを着ていないので高速移動によるものだと読み解くクイーンと、そこへネズミが1匹登場。どうやらお染が探していた忠治とはペットのネズミでした。そのネズミはおそらく古代ローマから中国、そして日本へ伝わったことわざ、大山鳴動してネズミ1匹でしょう。大山鳴動してネズミ1匹とは、散々ビビって大騒ぎして、その結果は大したことがなかったという意味ですから、これは心を失った恐怖でパニックになっていたサンジとお染の描写にかかっています。そんなネズミの近くにいるのは透明化したクイーンですが、クイーンは小紫が亡き今、現在はお染に惚れている模様。しかしお染はクイーンからの指名を何度も断ったと言います。これが1034話の話数の語呂合わせ6つ目、愛の三振でしょう。1は時系から英単語の愛と捉えて愛です。三振とは野球用語ですが、日本でもアメリカでも振られるという意味で使われますから、お染に振られているクイーンは愛の三振です。お染に何十回も振られていたモテない男クイーンは、その腹いせにもう一発食らえとお染に攻撃を仕掛けようとします。つまりお染を攻撃したのは気が動転したサンジではない、クイーンこそが真犯人。サンジの心はやはり失われていなかった。サンジには人の心が残っていた。人は心だろうが。これが1034話の話数の語呂合わせ7つ目、人の斬新でしょう。斬新とは武道の動作において心が途切れない、心を残すという意味です。サンジの人の心は途切れてはいませんでした。斬新です。
そしてサンジは体の異変から得た外骨格、筋力、移動速度、それらは加算されるものだといい、さらにそこへ武装色を重ね、より強靭な、より高温な炎をまとう足になる。これまでのディアブルジャンプから新たにイフリートジャンプに進化。これが1034話の話数の語呂合わせ8つ目、火の斬新。火の斬新でしょう。つまり新しいサンジは心がないマシーンにはならずに心を残した魔人になりました。そして先週の1033話の僕の動画を見た人だけがわかる奇跡の一致がこの1034話で実現しています。先週1033話の話数の語呂合わせはセサミ、ゴマであり、それは開けゴマ、欧米ではオープンセサミであり、アラビアンナイト、アリババと40人の盗賊で扉が開く呪文、それはゾロに眠っていた扉が開く語呂合わせ、覇王色の覇気の解放だと考えましたが、今回のサンジは魔人イフリートになっています。炎の魔人イフリートとはアラビアンナイト、アラジンと魔法のランプに登場するジン、ランプのせいです。つまり1033話はアリババ、開けゴマのゾロ、1034話はアラジン、ランプのせいのサンジ、奇跡のアラビアンナイトつながりがここに完成しました。ちなみにアラジンの語呂合わせはアラジン。1011話でしょうか。1011話が掲載されたジャンプの表紙でルフィは魔法のランプを持っていました。アリババが成立する1088話も期待しておきましょう。そんな魔人サンジはこれまで何度も言ってきたようにまさにジェルマの最高傑作。そして振られた腹いせに女の子を傷つけたクイーンを人間のクズだと呼んで、サンジの怒りは頂点へ達し、サンジは魔人イフリートとなっていつものフルコースをクイーンへ叩き込み、最後は大爆発技ブフバーストで大看板クイーンを撃破しました。これが1034話の話数の語呂合わせ9つ目、ヒレ刺し。ヒレ刺しでしょうか。ヒレ刺しとは牛肉の最上級の部位のことです。この1034話でサンジはクイーンに他のジェルマ兄弟たちと家族扱いするなと言っていましたが、最後の大技ブフバーストは炎だけではなく明らかに電撃も混じっており、それはまるでジェルマ兄弟の技を全て合わせたかのような攻撃でした。そしてこの大爆発技でクイーンを倒すという流れは1ヶ月前、こちらの1028話の考察の通りでした。こちらです。クイーンの自爆で脱出できたサンジですが、骨は折れ内臓は潰れているはずですが、なぜかゾンビのように立つことができています。ちなみにゾンビといえばサンジが発火しまくっていたスリラーバーグを思い出します。サンジは463話で怒りで爆発もしていましたから、クイーンを倒す技は爆発技、もしくは1028話ではジェルマ時代を思い出していますから、魚人島で見せたヘルメモリーズを放つかもしれません。どうやらサンジの発火能力は感情によって左右されるようです。こちらはヘルメモリーズも放ちましたので、なかなか読み通りだったようです。ちなみに101巻の SBS で小田先生は日本のワンピース考察系 YouTuber について触れています。そこで小田先生は色々と見たことがありますよ。考察もね、彼ら先のお話も当てちゃうんで見ないことにしています。厳しいチェックとかもいりませんから楽しく仲良くやってください。という寛大なコメントをしていました。一応僕もその中の一人に含まれると勝手に仮定して小田先生に甘えずに今まで通りやっていこうと思います。ちなみにフルコースを叩き込まれぶっ飛んでいったクイーンはワンゼやデュバルのようにイケメンに整形されて、クイーンがこれでモテると勘違いして喜ぶ展開もあるかもしれません。またこの1034話の扉絵にはひょっとこの面をしたウソップが射的でジュース1年分無料券を当てていますが、ひょっとことは火男がなまった言葉ですから、このひょっとこの面は本編でまさに火男になったサンジとかかっています。そしてこの扉絵を語呂合わせするなら10の見本、10の見本でしょうか。4は英語で4なのでフォと語呂合わせします。ウソップが射的の見本を子供たちに見せています。本編の考察は以上です。続いては前回1033話で話せなかった追加考察を行いましょう。前回発火する種族神であるキングの正体についてはダイヤモンドになれる石炭人間、炭素人間だと考えました。こちらを語呂合わせからも固めていきましょう。以前も考えましたが、ルナーリアは語呂合わせ的にはルナーリア676話です。676話は完全なる殺戮兵器。こちらの扉絵をご覧ください。奥の方で石炭が燃えています。その燃えているところからサンジがまるで飛び出しているようにも見えます。さらにツイッターで教えてもらいましたが、王冠をつけたルフィはまさにキングであり、さらに百獣の王ライオンが空を飛んでいます。
これは百獣海賊団の空飛ぶキングのイメージでしょうか。そして時計は13時。トランプカードにおいてキングのカードは13です。そして決定的なのがワンピースのロゴマーク。そこには赤いダイヤモンドがついています。これがルナーリア族ダイヤのキングの苦戦なのかもしれません。ちなみにキングは1023話でゾロにクロミイラと呼ばれていますが、1995年に公開された論文によればエジプトよりも数千年前クロミイラを作っていた南米チリに栄えたチンチョーロ文化では死体に熱した炭を入れてクロミイラを作っていたそうです。これもキングが炭素人間である伏線でしょうか。次に先ほども触れましたが1033話の語呂合わせはセサミ、ゴマです。そしてコメント欄で教えてもらいましたが、ゴマの語呂合わせはゴマ。50話でしょう。50話でゾロは下月村を飛び出して探していた最強の剣士ミホークと出会っています。そして50話と1033話では同じ親友との約束というセリフを言っています。つまり話数の語呂合わせを理解しているとゴマの伏線が成立しているのです。続いてはいつものように次号の展開を話数の語呂合わせから読み取っていきましょう。毎週行っている話数の語呂合わせからの予想ですが、1020話から1029話の語呂合わせ予想は驚くほど絶好調で的中ラッシュでしたが、1030話から1034話の語呂合わせ予想はここまで絶不調で外しまくっています。かなりこの1030話台の数字の並びの予想が難しいのですが頑張ります。1035話の話数の語呂合わせ予想一つ目は父さんの子。父さんの子というのはどうでしょうか。明暗を思いついた桃之助がおでんを思い出して踏ん張る展開でしょうか。1035話の話数の語呂合わせ予想2つ目はどさんこ。どさんこというのはどうでしょうか。どさんことは北海道産の馬の品種のことですから、下半身が馬であるケンタウロスのフーガがヤマトと共に武器庫の爆弾を運び出すかもしれません。1035話の話数の語呂合わせ予想3つ目は問う鎖国。問う鎖国というのはどうでしょうか。和の国がなぜ鎖国をしたのか CP0 あたりが話すかもしれません。1035話の話数の語呂合わせ予想4つ目は to meets。 to meets というのはどうでしょうか。5は5つの5つです。 to meets つまり会うためにという意味ですから、これは難しいですが日和 VS 黒住オロチが展開されそうな語呂合わせになっています。なぜなら日和はオロチに会うために復讐を成し遂げるために鬼ヶ島までやってきたのでしょう。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。